今回は人間関係のモヤモヤをほんのり減らせるかもしれない一つの選択肢をご紹介します。毎度のことながらくだらなくてやや癖の強い内容なので、心にゆとりがあるときに聞いていただけたら幸いです。誰でもできれば人間関係で悩みたくないし、人間関係のいざこざで消耗したくないじゃないですか。でも人間だから全部排除することができないのも分かってるじゃないですか。だからたまにでもほんのり楽になれる日があるだけでも人生の流れが変わってくると思うんです。なので今回は頭のいい人間じゃないからこそ発信できる一つの打開策をお伝えしたいと思います。例えば相性の良くない人とかといるとやっぱり嫌い合ってしまったり言い合ってしまったりするじゃないですか。相性がいいからこそ言い合えるとかそういう関係ならそれはそのままでいいと思うんですけど、そういう建設的な関係じゃなくて自分も相手も自信を失い続けるような関係は減らしてもいいかなと思ってるんですね。とは言っても離れることが難しい関係っていうのもあると思うんですよ。関係を続けるにしてもできれば最低限の関わりでいたいとか、なるべくならこれ以上消耗したくないなとか、いろいろなパターンがあるとは思うんですけど、そういう時に使えるかもしれない考え方です。それは何かっていうと、演劇ってあるじゃないですか。ミュージカルとか舞台上で演技するやつ。ああいう演劇って演技中にどれだけ罵り合ってても最後めちゃくちゃ笑顔で挨拶してるイメージあるじゃないですか。でああいう演劇の最後みたいに自分が最後死ぬ時に仲良かったとか悪かったとか関係なく自分の人生に出てきた登場人物みんなで手をつないで幕を閉じれればいいかって思えるようにするんです。イメージの中で。今うまくいってなくても死ぬ間際に自分のイメージの中で手をつないで幕を閉じればいいかみたいな。なんかタタ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 タってやつあるじゃないですか。歌うまくないんであれなんですけど、ああいうイメージで死ぬ時に心で手をつないで一緒にお辞儀するみたいななんならいや嘘だろって思うぐらい一緒に陽気なステップ踏んでるイメージとかして人生の幕を閉じる感じを想像できればちょっと楽になるかなって思っています。で実際にそれを人生の最後に想像するかどうかは別として、とりあえずそのエンディングを考えて過ごせたら今起こってるトラブルをちょっとだけ客観的に見れるかもしれないし、無理に仲良くしようとしなくてもいいかってほんのり肩が軽くなるかもしれないじゃないですか。相手の性格によってはもうこちらが力を入れてない分結果的に関係性が和らぐっていう場合もあると思うんですよ。そうなったらある意味ラッキーじゃないですか。でここまで生きてきてやっぱりうまくいかない人間関係ってたくさんあったと思うんですね。もちろんこれからもたくさんあると思うんですよ。でもそれに一回一回力入れてたらやっぱり疲れちゃうし、その間に自分の人生のためにできることって
思ってるよりもたくさんあると思うんですよね。もちろんそのいざこざすら人生の醍醐味だって楽しめる方はそっちの方がいいと思うんです。なんて困難の難ですね。なんてないならないで実はつまらない人生なのかもしれないし、もしかしたら別に減らしたくもないっていう方もいるかもしれないんですけど、でもどれだけ減らしてもなんてなくならないとは思うんで、普段の難を減らした分また質の違う難を味わえると思うんです。自分自身のレベルアップしていく感じを楽しめるっていうか、だからそこら辺は心配しなくてもいいと思うんですけど、それは置いておいて、さっきも言ったんですけど、実際に死ぬ時にその陽気なエンディングを想像できるかどうかはもちろん分からなくて、でもそう決めて過ごしていれば何か問題が起こっても心の端っこのどっかでこれは結局一つの舞台なんだからって、その舞台を完成させるための出来事なんだって思えるかなって。毎回は無理でも一回でもそう思えることができたら、それってかなり大きなことだと思うんです。毎日落ち込みながらもちょっと元気が出てきた時にでも、この出来事も面白い舞台に仕上げるための起承転結の一部にしちゃえばいいかって、そう思えたら悩みだけに時間を使うんじゃなくって、ちょっと今を味わえることが増えそうだし、それをこれからの人生で1分ずつでも増やせていけたら納得のいく人生に近づけるんじゃないかなと思っています。こんな感じで今回もくだらない打開策ではあったんですけど、この内容が誰かの何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。タタ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